皆さんお久しぶりです。ベゼルをぬいぐるみにした時の様子を動画にしました。早速作っていきます。まずはじめにイメージ図とともに展開図を描いていきます。それを組み立ててペーパークラフトのような模型を作って解体し、型紙を作ろうと思います。ぬいぐるみ作りといっても多種多様だと思いますが、フェルトで作るぬいぐるみは割と簡単だと思います。形の修正を何十回かして型紙が完成です。たくさんのパーツが出来上がりました。ざーっとやって材料をいろいろ買ってきました。一番メインで使うのがサンフェルト社の V フェルトという商品のものです。色は2004番で、こちらの生地は 2mm 厚っていうところがポイントだと思います。100円ショップへ行って黒とベージュのフェルトを買ってきましたが、ベージュは色が違ったので今回は使わないと思ってそこら辺に置いておきました。袋から出したままだとくるくる丸まっているのでアイロンをかけたいと思います。スチームアイロンはメーカー推奨してなかったんですけど、綺麗に伸びました。作った型紙をフェルトに移していきます。このように細い線で綺麗に描けました。これは無印良品のケールボールペンというもので描きました。全部写し終わったのでカットしていきます。ざっくりザク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 チョッキン。パーツを切り終わったのでアイロンの熱でペンの赤色を消したいと思います。よかった。黒いパーツも切り終わって足りないパーツも結構あるんですが、それはその都度作ります。こんな感じで配置を先にしておくとやる気が出てくるって感じです。ゴールまで道のりは長いので、ここで自分のイメージを形作るのは大切だと思います。フロントのちょっとクイッと曲がっているところになります。後に生きてくるのではないかなと思ってます。縫い方ですが、まずボディを縫うときに後ろの方からツーッと縫います。途中で一旦ストップして、次にセンターの方から縫い始めます。また途中でストップして、最初に縫い始めたところから最後まで縫います。このように縫えば最後に生地が余ることはなく、ぴったりと綺麗に貼り合わせることができます。反対側はセンターから縫い始めて、途中後方から縫っていきます。こう合わせるとぴったりになるっていう構想です。前側から最後まで縫い合わせます。すべて縫い終わったので裏返してみるとボディが完成しました。マネキンが出来上がったようなものです。両サイドに切れ込みを入れたので曲線もわずかに描けると思います。窓ガラス部分の配置を模型で確認します。このままだと生地が重なってしまうので修正します。どうでしょうか？いい感じでしょうか？窓をつけただけで完成イメージにだいぶ近づいてきました。あとはひたすら縫っていくだけです。針を上から下、下から上ですね。ミシンで縫えるとぬいぐるみも早く作れますが、手縫いだと時間と手間がかかります。イヤーのガラスがだいぶ曲がってしまいました。待ち針なしでできるかと思いましたが、ダメでした。タイヤを製作しましょう。ホイールのデザインが桜のようで可愛いですよね。ホイールの線に沿って刺繍をしようと思いましたが、めんどくさいのと線が細すぎと思ってやめました。タイヤ周りの黒い縁取りを施していきます。
ここからは本当に地道な作業でひたすら縁取りをするっていう感じです。テレビを見ながら音楽を聴きながらやったり、夕飯の献立を考えたりしながら塗っていました。頑張りましょう。はい。ここは赤いフェルトを細く切って縫い付けました。詳しいやり方はまた後ほど出てくると思います。型紙を作っていない部分はその都度フェルトを合わせてカットしてます。ここは折り曲げて包むように縫っていきます。フェルトが 2mm 厚なので下まで針を通さずに上側だけすくうように縫っていきます。縫い終わったので表に返します。このまま頭にかぶったら黒幕になれそうだなと思いました。テールランプの部分ですが、ここも赤く細く切ったフェルトを縫い付けます。ちぎれないくらいの細さ、だいたい1ミリぐらいの幅にカットして糸で包むように縫っていきます。ドアノブはリアルにするために上部を縫うのではなく、両サイドを留めました。上下から引っ張れる形です。ここまでで山の5合目くらいまで登ってきた感じです。裏側には歩んできた足跡がそのまま残っているので、それを見て頑張るぞと自分を励まします。タイヤ作りの続きを始めます。先ほどの赤いラインのやり方と同じです。失敗は隠しても全然大丈夫です。後で綿を入れるので入り口は縫わずに残しておきます。こう並べてみるとショッカーみたいですよね。それはブリーフだ。フロントのところが凹凸が多く複雑な形をしているんですが、複雑な形は作れないので少しだけ糸で引っ張ってみました。ほっぺたの膨らみとか育毛くらいだと思います。ジェントルマンなひげをつけるとさらに人の顔になってきました。鼻の下の陣中がすごく長くて深いと思います。占いで陣中の長い人の傾向を見てみると、穏やかで落ち着いた性格であったり、長期的に成功を積み上げるタイプらしいので、本当かどうか周りの人を見て観察してみたいです。すいません。ちょっと話が長くなってしまいました。申し訳ございません。グリルを取り付けたところに穴を開けていきたいと思います。裏に黒い布を当ててみるとこんな感じです。とても細いので慎重にカットする必要があります。ラーメン。失礼いたしました。ラーメンと出てしまいました。どうでしょうか。ボディに当ててみます。いい感じだと思ってます。先ほど引いた赤いラインに沿って縫っていきます。とても細いので少し引っ張るとちぎれそうになります。慎重に縫い進めていきます。なるべく引っ張らないように、ちぎれたら終わりだと思ってます。ちぎれたら終わり。次にタイヤに綿という名の空気を詰めていきます。空気圧を確かめてます。もう一つは綿をたくさん入れました。タイヤの生地が 1mm 厚なので大きく膨らみます。好みで変えてください。私は今回柔らかめに入れました。綿の量が決まったら閉じます。なるべく4本とも同じ硬さにするとバランスが取れます。アイロン熱で赤い線を消していきます。目をつけていきます。登山でいうと8合目付近まで登ってきました。富士山だと3000メーター以上だと思います。顔作りは重要なポイントです。決まったらどんどん縫い進めてください。
今回作るベゼルの顔は結構キリッとしたシャープな顔つきなので、そのままこちらに反映できればいいなと思ってます。目を取り付けた時にグリルがちぎれているのに気がついてすっごいショックでした。ちぎれたら終わりだと思った。ちぎれたら終わり。決してちぎれたからといって悲観的にならずに修理すれば大丈夫です。窓横の黒いラインを増殖させました。他にも給油口やテールランプ、細かな装飾をつけました。上から見ると待ち針がモーションキャプチャーの中っぽいんですが、気にせずにそのまま縫い進めます。動画では一瞬なんですが、ここも丸1日かかりました。裏側は待ち針の先が全部出ているので、いったと言いながら実際ちょっと血も出ました。頭にかぶったところなんですが、さかなクンのように車くんってやってみたんですが、一人腕は恥ずかしくてすぐにやめてしまいました。これは皮膚の一部です。裏側を縫います。底になる部分なので取り付ければ綿をたくさん詰められます。待ち針でしっかり形を見て合わせます。OK だったら縫っていきます。底が縫い終わったら次はタイヤをつけていきます。もう山頂までかなり近いです。足を取り付けましょう。どのくらい車からタイヤを出したいかによってこちらの切り込みの長さは変わってきます。私は今回奥まった感じであまり飛び出さない程度に取り付けています。これは全部足が取り付け終わったところです。もうここまで来ると完全にぬいぐるみらしさを感じます。綿をどんどん詰めていきます。今回ボディに 2mm 厚の生地を使っているので、あまり綿の影響を受けないと思っています。ぬいぐるみ作りに使う長い針です。テディベアの目や手足を胴体につけるときに使います。こちらの長い針は100円ショップでは見つけられなかったので、ネットで浜中というメーカーのものを買いました。顎の下の糸をぐーっと強く引っ張ります。自分の好みの平ら具合になるまで引っ張ってへこませます。そこで糸を止めます。トリコロールカラーの赤と青と白で刺繍をします。ワンポイントになります。ほとんど隠れて見えないですけど。ライトですが目に見えるのでとても可愛いです。魂が入るのはこの頃からかもしれません。最後に足りないのは歯なので歯をつけたら完成です。ナンバープレートは歯です。完成かと思いましたがサイドミラーを忘れていました。急いで作りました。これどこかでこの形見た覚えがあります。これですね。いざ耳をつけようと思った時に思ったより耳が大きくなっていることに気がつきました。でもつけてみたら意外と可愛くて良かったと思いました。反対側も同様に取り付けました。完成しました。完成しました。制作日数は 1,2 週間だったと思います。休み休みで作ったので正確にはわからないんですけど、作っている時は大変でしたが、作り終わると愛着が湧いてとても可愛いです。皆さんもよかったら作ってみてください。みずきさん、アシスタントありがとうございました。はい、またいつでも呼んでくださいね。では、さようなら。次回はまた。